1577年、織田信長43歳前後。前年に築城を始めた安土城は琵琶湖の東岸で少しずつ姿を現していました。信長はもはや自分が全ての戦場へ向かうだけの大名ではありません。近畿は明智、光秀。中国地方は羽柴、秀吉。北陸は柴田、勝家。そして大軍を動かす戦いでは嫡男の織田信忠が前へ出る。信長は有力な家臣へ地域ごとの攻略を任せ、同時にいくつもの戦争を進める支配者へ変わろうとしていました。しかしその行く手にはなお強大な敵が残っています。大阪の石山本願寺です。本願寺との戦いはすでに7年目を迎えていました。寺内町と城塞を兼ねた石山本願寺には各地から門徒が集まり、検挙の呼びかけに応じて信長へ抵抗を続けます。本願寺を支えたのは陸の兵だけではありません。西国の毛利家が海から兵糧や武器を送り、大阪湾への道を守っていたのです。1576年、毛利方の水軍は木津川口で織田方の船団を破りました。海上の包囲は破られ、大量の兵糧が石山本願寺へ運び込まれます。陸から囲んでも、海が開いていれば本願寺は戦い続けられる。信長は、敗れた船団をそのまま増やすのではなく、海戦の形そのものを変えようとします。命を受けたのは、島の海を知る武将、富木義高でした。義高は、敵の火矢や鉄砲を防ぎながら接近できるよう、船体を鉄板で守った6隻の大型船を用意します。1578年、再び木津川口へ現れた毛利方の船団に対し、富木義高は大型船を前へ出しました。敵船が迫ると、大砲と鉄砲が一斉に火を放ちます。高い船上から撃ち下ろされる弾丸と砲撃に、毛利方の船は近づくことができません。第二次木津川口の戦いは、織田方の勝利に終わりました。本願寺を支えてきた海の道が、ついに閉ざされたのです。それでも、10年近く続いた戦いを力だけで終わらせれば、大阪とその周辺はさらに荒れます。1580年、扇町、天皇の仲介によっては僕が成立しました。検女は石山本願寺を退去します。検女の子、京女は、なお数ヶ月抵抗を続けましたが、やがて石山を離れました。こうして1570年から続いた石山合戦は終わります。武田、信玄や上杉、謙信とも結び、信長を何度も追い詰めた本願寺との戦いに、ようやく決着がついたのです。しかし、信長が家臣へ広い地域を任せるほど、別の危険も大きくなっていました。任された家臣が、その兵と城を持ったまま信長へ背く危険です。1578年、摂津を任されていた荒木、村重が、突然、信長に反旗を翻しました。村重の有岡城は、大阪と京都を結ぶ重要な場所にあります。ここが敵へ回れば、石山本願寺を囲む軍も、中国地方で戦う秀吉の補給路も脅かされます。秀吉の家臣、黒田、官兵衛は、村重を説得するため単身で、有岡城へ入りました。しかし官兵衛は捕らえられ、暗い牢の中へ閉じ込められます。信長は有岡城を包囲し、周囲の城を一つずつ切り離しました。翌、1579年、有岡城は陥落し、官兵衛はおよそ1年ぶりに救い出されます。家臣へ大きな力を与えなければ、遠くの戦場は動かせない。しかし、その力は反乱にも使われる。信長の支配は、家臣の働きと忠誠の上に成り立つ巨大な仕組みでもあったのです。その仕組みを支えた一人が、明智、光秀でした。光秀に任されたのは、京都の北西に広がる丹波です。山が多く、有力な黒人たちがそれぞれの城に立てこもる丹波では、一度の大きな決戦だけで国全体を従えることはできません。光秀は1577年頃、亀山城を攻略の拠点とし、街道を抑え、味方となる勢力を増やしながら、敵の城を一つずつ孤立させました。八上城の旗の師、黒井城の赤石、山城を包囲し、兵糧の道を断ち、逃げ道を塞ぐ。せめては退く長い戦いを積み重ね、1579年、光秀は丹波攻略を成し遂げます。光秀は戦うだけでなく、城下町を整え、寺社や土地の支配をまとめていきました。信長にとって光秀は、京都の政治にも、
地方の攻略にも使える欠かせない方面司令官となっていたのです。一方、西へ進んでいたのが羽柴秀吉です。1577年、秀吉は毛利家と向き合う中国地方の攻略を命じられ、まず播磨へ入りました。ところが翌年、織田方に属していた三木城主別所長春が毛利方へ転じます。三木城を正面から攻めれば多くの兵を失う。秀吉は城を囲む砦を築き、街道と兵糧の運び港を一つずつ塞ぎました。城へ食料を入れようとする毛利方とそれを止める秀吉。戦いの中心は城壁ではなく補給路へ移っていきます。包囲は1年10ヶ月近く続きました。1580年、兵糧を失った三木城は降伏します。秀吉は大軍を正面からぶつけるだけでなく、相手が戦い続ける力を奪って勝つ武将へ成長していました。翌1581年、秀吉はいなばの鳥取城を包囲します。ここでも周囲の道を閉ざし、外から来る援軍と兵糧を遮断しました。およそ4ヶ月後、城将の吉川常家は城兵の命を救うことを願い、鳥取城を明け渡します。光秀が丹波を治め、秀吉が中国地方への道を開く。信長が安土にいても、織田軍の戦線は東西へ広がっていきました。1579年、安土城の天守が完成し、信長は新たな城へ移ります。琵琶湖を見下ろす高い天守。遠くからでも目に入る色鮮やかな外観。城の麓には家臣や商人が集まり、安土は政治と経済の新しい中心となっていきます。1581年、信長は京都でお馬揃えを行いました。明智、光秀、柴田、勝家には長秀らの軍勢が華やかな装束と飾り立てた馬で都を進みます。それは単なる軍事行進ではありません。朝廷と都の人々へ、これほど多くの有力武将を一つの命令で動かせる者が誰なのかを示す巨大な部隊でした。信長自身も豪華な装いで行列を率います。若い頃、尾張の大うつけと呼ばれた男は、今や天下に最も近い支配者として都を進んでいました。そして1582年、信長は東に残る最大の敵、武田系大軍を動かします。長篠の敗北から7年。武田、勝頼は両国の立て直しを進めていましたが、有力な家臣の離反が相次ぎ、国境を守る力を失っていました。先頭に立ったのは、信長の嫡男、織田信忠です。信忠は伊那へ進み、高遠城を攻略します。徳川、家康も駿河方面から進軍し、武田領へ東西から圧力をかけました。勝頼は築いたばかりの新府城を捨て、再起の場所を求めて山中へ向かいます。しかし、行く手を阻まれ、味方も次々と離れていきました。3月11日、天目山の麓で、武田、勝頼は最後の戦いに臨み、妻や嫡男と共に命を絶ちます。信玄から勝頼へ受け継がれた武田家は滅亡しました。長篠で深く負った傷が、7年後、ついに武田家の命運を絶ったのです。織田家の勢力は、東では甲斐と信濃へ、西では中国地方の入り口へ達しました。48歳を目前にした信長は、人生で最も天下に近い場所に立っていました。残る大きな敵は、西国の毛利家です。1582年5月、羽柴秀吉は備中高松城を水で囲む作戦を進めていました。城の周囲に長い堤を築き、川の水を引き入れ、平地に立つ城を湖のような水面へ孤立させます。しかし、毛利の大軍も救援に近づいていました。秀吉は信長へ援軍を求めます。その頃、安土城では武田家を滅ぼした祝いとして徳川家康を迎えていました。接待を任されていたのは明智光秀です。信長は光秀へ接待役を解き、中国地方へ向かって秀吉を助けるよう命じました。そして信長自身も毛利との決戦へ向かうことを決めます。各地の大軍はすでにそれぞれの戦場へ出ていました。秀吉は備中、勝家は北陸、家康は堺、信忠も信長に先立って京都へ入ります。5月末、信長はわずかな友回りと共に安土を立ち、京都の本能寺へ入りました。それは
西へ向かう途中の短い滞在になるはずでした。信長は家臣たちが広げた戦線の中心で次の命令を出そうとしていました。天下は手を伸ばせば届くほど近くに見えていました。自称本能寺の変。